アルファシータから新しい DJ 機種が2機種発表されました。今回発表されたのがオールインワン DJ システムの新機種 XDJ-AZ と DJ コントローラーの新機種 DDJ グルーブ6の2機種です。今までの機種と比べてどこが新しくなって俺がね、ちんたら動画の編集をしてる間に新しい機種がまた発表されちゃってますよ。アルファシータの DDJ フレックス2 DDJ フレックスシリーズのコンパクトモデルですね。この機種ね、いい。かなり初心者の人におすすめ。ちょっとね、いろんな人に知ってもらいたいなと思ったので、今日はネットで分かっている範囲についてどんな仕上がりになってるのかっていうのを見ていこうと思います。どうもこんにちは、ゆきひこです。年末商戦なんですかね。ゴリゴリいろんな商品が出てきてますけど、皆さんお財布はいかがお過ごしでしょうか。僕はというとですね、動画が完全に追いついてない状況なんですけど、ぼーっとしてるとね、すぐにクリスマスになっちゃいそうなので、負けじと食らいついていこうと思います。今日話す DDJ フレックス2はクリスマスプレゼントなんかにもちょうどいいんじゃないかなと思うので、DJ に興味がある人ね、ぜひ見てやってください。DDJ フレックス2は2019年に発売された DJ コントローラー DDJ200 の後継機です。DDJ200 はですね、とにかく DJ を手軽でコンパクトにっていうのを極めたような機種で、小さいんだけど操作性を損なわないギリッギリの大きさをついてきてるような機種でしたね。スマホと一緒にカバンに突っ込めちゃうような大きさと手軽な価格っていうことで、初心者の方を中心にめちゃくちゃ売れたモデルです。持ち運び用の2台目として持ってる方もいたみたいですね。最近では PC、スマホ、タブレットのアプリを使って手軽に DJ を楽しむことができるようになってますけど、DJ コントローラーっていうのはそういった DJ アプリを使って DJ をするときに、その操作性を上げたりだとか、より直感的に操作ができるようにするために使う DJ 用のコントローラーです。ゲームとかでもあるじゃないですか。レーシングゲーム専用のハンドル型だったり、アクセル型のペダルがついたコントローラー。あんな感じです。今回はこのフレックス2の概要を先代の DDJ200 との比較を交えつつ話していって、その後にこのフレックス2の上位機種にフレックス4っていうものがあるんですけど、この2つで迷っている人もいると思うので、それぞれの違いとどんな人に向いているのかっていうところ、それと最後に1点だけ、フレックス2を購入する前にね、ちょっと注意すべき点もあったりするので、そのあたりまで少し話していけたらなと思ってます。じゃあまずはフレックス2の外観からね、このホームページを見て話していきたいなと思います。見た目はね、この上位機種のフレックス4をそのままコンパクトにしたっていう感じですね。DDJ200 と比べるとボタンがオレンジで、メモリなんかのこういった細かいプリントも少なめになっててすごくシンプルにまとめられてますね。デザインはね、こっちの方が僕は好みです。接続が USB-C になってるのもスマホとの接続を考えるとありがたいです。あとここ、いきなりなんですけど、この横から見た写真、これだけで DDJ200 ユーザーは買い替える価値ありますね。マスターとヘッドホンが付きました。これ欲しかった人めちゃくちゃ多いんじゃないですかね。待望の機能だと思います。これはスピーカーとヘッドホンをそれぞれ接続するところですね。今までの DDJ200 だとオーディオインターフェースが付いてなかったんですよ。要は本体に音を出す機能がないっていうことですね。だから接続しているこういった PC だとかスマホ側から音を出すしかなかったんですよ。でもこのフレックス2はスピーカーやヘッドホンを接続できるようになったので、そこからちゃんと音を出すことができるようになりました。音楽をね、やっぱり流す上でここはかなり重要ですね。正直 PC とかスマホのスピーカーって限界あるじゃないですか。Amazon とかで手に入るような手軽なスピーカーでもフレックス2に接続してあげれば PC やスマホで直接音を出すよりはずっといい音で DJ を楽しめると思うので、これは本当にありがたい。マジでこれだけで買い替える価値あると思います。それとフレックス4で好評だったスマートフェーダーとスマート CFX も搭載されました。詳しくはね、僕も以前フレックス4の動画で触れているのでそっちを見ていただきたいんですが、これは初心者の方にも簡単にできるお手軽ミックス機能です。フェーダーっていうのはこの横に動かせるつまみのことを言うんですが、これが左に行っている時は左側の曲が流れて、右に行くにつれてだんだん右の音に変わっていくっていう、ただそれだけのものです。じゃあただこのつまみを左右に動かしてるだけなのかと言われるとそういうわけでもなくて、いろいろうまくつなぐためにはテクニックがあったりします。この辺のつまみもね、ちょろちょろ触りながら DJ をするんですけど、ここがね、何してるかわかんないっていうのが DJ がよくわかんないって言われる一番の原因なんじゃないかなと思ってるんですけど、そんな時にこのスマートフェーダー機能をオンにすると、この辺を触らなくてもさっきのフェーダーを動かすだけで勝手に PC がいい感じに繋いでくれます。いい感じってなんだよっていうとですね、具体的には音量と低音域と BPM、これをすべてフェーダーの動きに合わせて自動的に最適化してくれるので、
本当にね、詳しいことがわかんなくても、このフェーダーを触ってるだけでなんとかなっちゃいます。この機能ほんとすごいですよ、触ってみると。それともう一つのスマート CFX も同じようにお手軽機能で、オンにすると一度に複数のエフェクトを使った時のような複雑なエフェクトを簡単に使うことができるっていうものですね。相性のいいエフェクト同士をまとめて、で、プリセットにいくつかまとめてくれているので、これも普通のエフェクトに飽きてきたら使ってみるといいかもしれないですね。この2つの機能はかなり初心者の方のハードル下げてくれてると思うので、省かずに載せてくれたっていうのは素直に嬉しいですね。おすすめ。その他、全体的な機能としては DDJ200 をうまく引き継いでくれているので、コンパクトながらミックスをするには十分な機能があります。DDJ200 がね、爆売れしてたので、当然ですね。この DDJ Flex2 は PC、スマホ、タブレットで使うことができるわけなんですが、対応してるアプリも豊富でして、レコードボックス、DJ、セラート DJ ライトと、これら人気の DJ アプリを無料で使うことができます。これだけの数対応してると、とりあえずまず DJ コントローラー買っといて、その後 DJ アプリいろいろ自分で試して、自分に合ったものを決めるなんてこともできるので、いいですね。信じられないかもしれないですけど、一昔前は、レコードボックスだったらレコードボックス専用のコントローラー、セラートだったらセラート専用のコントローラーみたいな感じで分けられてたんですよ。僕なんかもそうでしたけど、初めてこれから DJ を始めようっていうのに、アプリの違いなんか分かんないじゃないですか。使ってもないのに。どうやって決めんのみたいな。いい時代になりましたね、本当に。アプリはそれぞれ各種ストリーミングサービスにも対応しているので、選ぶときはホームページを参考にしてみてください。ちなみにさっき話したスマートフェーダーとスマート CFX はレコードボックスのみの機能になるので、ご注意ください。最後に接続パターンについてちょっと話していきたいと思います。自分の環境に合ったパターンがあるかどうかチェックしてみてください。接続パターンは全部で4パターンです。パターン1、スマートフォンとスピーカー。スマホは USB-C 接続で、スマホからの給電でフレックス2を使うことができます。スピーカーを接続して、そこから音を出す構成ですね。ヘッドホンをフレックス2に接続すれば、そこからモニタリングもできます。パターン2、PC、Mac のみ。USB-C 接続で PC から給電して使うことができます。スピーカーがない場合でも PC から音を出すことができます。この場合でもフレックス2にヘッドホンを接続すればヘッドホンは使えると思います。フレックス4はできるので。パターン3、スマートフォンと Bluetooth で無線接続。スマホとフレックス2を Bluetooth で接続する代わりに、本体の USB-C ポートを電源もしくはモバイルバッテリーに接続する構成です。この場合、音はスマホからしか出せません。なので、もしスピーカーとかヘッドホンを使いたいという場合は、二股に分かれているこういったスプリットケーブルという特殊なケーブルを使って、スピーカーとヘッドホンをスマホに接続する必要があります。詳しくはこれも過去に動画作ってるので見てみてください。パターン4、PC、Mac とスピーカー。この構成も当然できますね。PC を接続してフレックス2につないだスピーカーから音を出す構成です。ヘッドホンもフレックス2につないで使うことができます。こんな感じの構成でフレックス2は使えます。自分に合う構成をね、いろいろ試してみてください。これまでですね、フレックス2についていろいろ喋ってきたわけなんですけど、基本的にフレックス4大好きな僕としては、この機材めちゃくちゃおすすめです。それで次にね、上位機種のフレックス4との違いで迷ってる人も多いと思うので、ちょっとそこについて触れてみると、まずやっぱりね、小型化してるのは嬉しいですね。小さいのは正義。だいたい A4 サイズよりちょっと大きいぐらいです。これぐらいのサイズ感だったら持ち運びはもちろんなんですけど、常にデスクの上に出しといてもそんなに邪魔にはならなそうですよね。気が向いた時にね、パッと触りたい人なんかにはおすすめです。ただ、逆にどうしても小型化しているので、ボタン類の数なんかは減ってます。まあでもこの辺のなくなったボタンの機能なんかは PC、スマホ側で操作することが十分できるので、問題なくプレイはできます。対応する人はね、やっぱり毎回 PC 触るのめんどくさいなと思っちゃいますけどね。ループとかビート FX とか。それと、フレックス2はマイク入力には非対応ですね。配信とかやりたい人にはフレックス4の方がいいかも。で、最後にね、フレックス2を買う前の注意点なんですけど、USB-C ポート以外のスマホを使っている人、例えばライトニングケーブル端子の古めの iPhone、僕のもそうなんですけど、を使ってる人はフレックス2と有線接続することができないみたいです。Bluetooth 接続のみですね。フレックス2はフレックス4と違って電源用の USB-C ポートが別にあるわけではないので、ライトニングケーブル接続だとそもそも給電が賄えないので使えないっていうことなんですかね、多分。この辺勘違いして購入してしまうとね、思ったように使えないってことになってしまうと思うので、iPhone 14以前を使ってる人なんかは注意が必要です。こんなところですかね。今回のフレックス2の発表で、フレックス4とコンパクト DJ コントローラーの差が縮まったような印象を受けますよね。
DDJ200 の時は外部スピーカーが使えなかったりとか、それなりに差があったんですけど、フレックス2は本当にボタンの数ぐらいですからね、そのままコンパクトになったっていう感じ。さっきも言った通り、めちゃくちゃコンパクトにできているので、外に持ち運ぶことを想定している人は、スマホとフレックス2の組み合わせが最強だと思います。あとは、デスクの上に常に出しておきたいっていう人なんかも、フレックス2はおすすめです。DJ 始めてみたいけど、最初は安く済ませたいなっていう人はね、フレックス2ぜひ考えてみてください。DDJ フレックス2は 27,500 円で11月22日の発売です。逆にフレックス2に載ってない機能を使いたい人、例えばマイクを使って配信をしてみたい人だったり、あとはループとかビート FX を使ったちょっとトリッキーなプレイをしてみたい人なんかはフレックス4を選んでみてください。いやー、今まではね、コンパクト DJ コントローラーって本当にコンパクトな構成しかできないっていうイメージだったんですけど、フレックス2はスピーカーとかの拡張性もあるので、構成の選択肢が増えましたよね。なので自信を持って初心者の方にもお勧めできるなと思いました。ぜひ買うよっていう人はね、コメント欄で教えてください。僕はね、持ち運び用に買うかどうか迷ってるところですね。フレックス4持ってますからね。はい、今回の動画は以上です。これからもですね、このチャンネルでは DJ 初心者の方に向けて情報発信していきたいなと思っておりますので、参考になったっていう人はですね、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回。